こんにちは。今回は5月に札幌へ4泊5日の一人旅に行った時の様子をお伝えします。記録が長めなので、今回の前半と次の後半に分けようと思います。札幌には物心ついた時から小学校高学年まで住んでいました。記憶をたどって思い出の地に出向き、現在との違いを楽しむのが目的なので、キラキラした観光スポットを訪れる気は全くありません。ということでかなりニッチなところにしか行っていないので、北海道、特に札幌にお住まいの方は、なんでこんなところにいるんだと突っ込みながらお楽しみください。実は、去年の秋に数十年ぶりに一度訪れているのですが、なんとなく、もう一度早めに訪ねたいと思っていました。なので、去年の旅を終えてすぐに、今回を計画していました。その時には何泊かして、のんびり過ごせばいいやと思っていましたが、早まる世の中の動きに合わせ、直前に、主に、備蓄食料調達と市街や店舗観察をメインにして、予定を組みました。荷物はリュック一つです。行き先で災害が起こった時も想定して、荷物を作ってみました。何かが起こるとキャリーは引くのに邪魔だと思ったのでリュックにまとめました。買い物などして増えた荷物は、最終日にホテルから発送しようと思います。ベランダ菜園の留守番準備。底面給水と自動水やりのハイブリッドで留守番してもらいます。出発。JR 大阪で乗り換え。最寄りから大阪駅までは新快速で、大阪駅から関空快速に乗り換えます。環状線経由なので、一番端のホームに移動します。平日ラッシュ後の午前中なので、ガラガラで快適です。今回は、飛行機代往復約2万2000円、ホテル代1泊約3500円 ×4 日。そして、空港までの往復にそれぞれ JR を利用するので、その運賃など基本的には5万円かからないぐらいです。ここに食事代と買い物代が入ります。関西空港までは大阪の海沿いの町を通ります。こちらはかつて繊維業が盛んでした。朝ドラスカーレットの舞台になった町もこの辺りにあります。今は外国の生産に押され、最盛期の勢いはありませんが、一部高級製品として続いている模様です。世の中は一見問題なく動いている模様。空港到着。ホームのセブンイレブンが残念です。ターミナルビルでリニューアル工事中とはいえ、閑散としたイメージ。でも一時に比べたら外国の方が増えましたね。マクドナルドへ。午後便なので、それまでの時間を利用して、ビル内のマクドナルドで昼食をとります。3ヶ月に1回くらいしか食べないので、私にとってはご馳走に分類されます。期間限定ではありますが、お米メニューが大々的に売り出されています。今後は、もっと種類が増えるのでしょうか。チェックイン。荷物はリュックだけなので預ける必要なし、そのまま荷物検査を受けてゲートに向かいます。ゲートに移動です。飛行機のお姿を拝みます。登場。お見送りをカメラに収めることができました。雲の隙間から太陽の光が差し、海面がキラキラしています。室蘭あたりに差し掛かりましたが、ここでも太陽パネルがお出迎えしてくださって複雑な気持ちです。新千歳空港到着。気流に乗って予定より20分早く到着。今回もお邪魔します。お世話になります。快速エアポートに乗車。空港からは
JR のこの快速電車で札幌に向かいます。線路沿いの畑は耕したり植え付けしておられます。今年は特に祈るような気持ちで眺めています。 JR 札幌駅到着。めちゃくちゃ強風で寒い。さすが元外国です。出発前に小汗をかいていた内地とのギャップをかなり感じます。ホテル到着。ホテルは時計台の近くのところに格安で予約することができました。ここで4連泊です。お世話になります。夕ご飯どこかへ食べに出るかとお思いでしょうが、地域限定感を味わいたいので時計台前のセコまでお惣菜を買います。半年前に来た時より少し値上がりした感じがしたので店員さんに聞いてみたら、ものすごく謝られてしまいました。22時14分。特に何もしていないはずなのですが、移動疲れしたのでもう寝ることにします。2日目5時45分起床。さすがに北の大地は日の出が早い。朝ごはんは食べずに紅茶だけにします。通勤ラッシュを避けつつも早めに移動します。地下鉄大通駅へ。なんとなく曇っていて寒いです。地下鉄札幌駅から大通駅は地下歩という地下通路で駅間を丸々歩くことができます。地下に潜り快適に地下鉄大通駅の切符売り場へ向かいます。1日乗車券を購入。改札を通過。札幌の地下鉄はゴムタイヤで走り、線路がなく安大機場というレールが1本あるだけで、しかもパンタグラフはありません。第3機乗方式といって電流を流したレールが走行する線路の側にあり、パンタグラフの代わりにそこから終電化というもので電気を取っています。取りっぱなしではダメなので、放電するために安大機場を電車につけた巻き終電機というもので挟み、それが機上に当たる音がトンネルを反響してチュンチュンという独特の音になるそうです。電車が来ました。地下鉄乗車。ゴムタイヤのため加速度がすごくてぶっ飛ばされそうになります。初心者がうっかり車内でペットボトルを取り出してお茶を飲もうものなら大変なことになります。北24条駅に到着。バスターミナルに向かいます。このバスターミナルは小学校の時にガールスカウトの集会に行くために週末よくお世話になりました。北海道中央バス北72系統乗車。昔は市営でしたが今は地区ごとにバス会社に路線を譲渡して運営している模様です。ですので市営だった頃とはバス停の名称や間隔が変わっています。昔よく見ていた風景を見つつ10分ほどバスに乗ります。かつて住んでいた地域に到着。小学生の足ではものすごく遠く思いましたが、実際には目的地までほんの5分ほどで拍子抜けしました。目的地に到着。フランクショップ進行。復元などなしで地域密着型。個人商店の寄り集まりのようなマジの昭和の生き残りスーパーです。通っていた小学校もこの通り沿いにあり、遠足のおやつなどはよくここで買わせてもらってました。日高昆布、道産小麦の乾麺などゲット。旅先のスーパーで備蓄食材を買うのは新しい楽しみ方かもしれませんね。北海道ならではの細いタケノコやアスパラガスも格安でした。仕入れルートが短くかなり新鮮なので迷いましたが、この時は生野菜の購入は一旦見送りました。地下鉄麻布駅へ移動。そして一度北24条駅に戻り、そこから次に昔よく連れて行ってもらった麻布駅エリアに移動します。つい麻布と言ってしまいそうになりますが、正確には麻布です。ここは地下鉄南北線の終点で空港までのバスも出ています。生活の基盤が詰まっていて便利であろうエリアです。イオン麻布店。こちらかつてはダイエーでした。全国どこもダイエーはイオンに変わっていますよね。ちょうど火曜市でもあり、普段通りのにぎわいなのだと思います。品薄感は油、スナック菓子、ペットボトル、ハム、ベーコン、ソーセージ。家の近所だけが品薄だったらどうしようと思いましたが、北日本までこういう状態でしたら、まあ全国も同じような感じなのではないでしょうか。とんでん麻布店。お昼はそれなりにお寿司を食べたいと思い、寿司屋発祥なのでファミレスの中でもお寿司が美味しかったとんでんに来てみました。先ほどのイオン麻布店からは歩いて10分弱ほどの距離にあります。この向かいにはニトリの本社もあります。店舗展開は関東までなので関西ではお目にかかれないファミレスです。近年は流行り病で経営も大変だったと聞いていますが、お昼の営業時間帯は
グループで来店するお客様が多く、平日ではありますがなかなかのにぎわいです。イクラ目当てでお寿司のランチセットを頼んだのですが、肝心のイクラがとびっこに変更されていました。メニューにもそんなことは書いてなかったんですが、急な変更だったんでしょうか。これからもこんな急な変更があるんだったらなかなか寂しいことです。再び地下鉄へ、中ほどの車両まで移動です。先ほどと同じくポイント通過で車両連結部がうねうねして通過した後のこの加速度です。ホテルに荷物を置いて再び地下鉄へ。大通公園通過。ライラック祭り開催中。ただし平日なので大規模イベントはなし。まん延防止なんとかは解除されて、かつてテレビで見かけたり記憶にあるようなにぎわいが戻ってきているように感じます。大通駅入線メロディーは札幌冬季オリンピックのテーマソング、水と雪のバラードです。次のオリンピック誘致に向けての並々ならぬ情熱がうかがえます。南平岸駅に向かいます。地下鉄には珍しく急な勾配を登っている区間があるのも札幌市営地下鉄の特徴です。平岸真駒内駅間は建設費を節減するために地上区間を走り、雪よけのためアルミ合金製のシェルターで覆われています。平岸から南平岸へだんだん坂を登り、外の景色が見えてくるのは子供の時にとても特別感がありワクワクしたものです。今もワクワクします。シェルターを内と外から観察、そして道内の撮り鉄 YouTuber さんがよくアップしていらっしゃるシェルターの外側というのを自分でも記録に収めたくて南平岸駅で降りて歩いてみました。外から眺める地下鉄の走行風景もこの近辺に用事があったり住んでいないとなかなか見られないものです。そして案外やかましいものですね。真駒内駅へ、南北線終点真駒内駅です。ここも南平岸駅と同じく駅舎2階にホームがあります。奥で待機している車両が見えます。ここは1972年の冬季オリンピックの選手村があったところです。現在は高齢化と人口減少で結構寂しい感じではありますが、それでも駅前は建物が多く70年代の高層建築が良い味を出しています。真駒内駅前のスーパーを観察、そしてここでもスーパーを2軒ほど観察。ここでは北海道米で作られた米麹をゲット。これで塩麹や醤油麹、味噌など保存食を作れたらと思います。ホテルへ戻ります。急に寒くなってきました。高緯度地域なので日の出も早く日照時間は長いはずなのですが、さすがにそれだけの要因では暖かくはならないようです。夕ご飯、昨日に続きまたセコまでお惣菜です。もろもろあるのは分かってるけど、企画が本当にお上手だなと思ってあえて乗らせてもらってるというところです。単純に美味しいです。札幌旅前半はここまでです。後半もあまりにニッチなところを歩いたので引き続き突っ込みながら楽しんでいただければと思い絶賛編集中です。それではまた次回をお楽しみに。